深夜、見知らぬ国の工場で男は虫眼鏡でネジの溝を数えていたのだ。35本。でも設計書には25本と書いてあったのだ。その男が今、世界で最も影響力あるテック企業のトップに就任するのだ。ネジの溝？アップルのトップが？それって本当の話ですか？その人、一体何者なんですか？2026年4月21日、アップルが衝撃的な発表をしたのだ。ティム・クックが25年率いたアップルの CEO を退任し、ハードウェア担当 SVP、ジョン・ターナスが9月1日に後継 CEO に就任するのだ。クックは会長職に移行するのだ。今日は3つのことがわかるのだ。ターナスとは何者か、なぜ彼が選ばれたか、そして日本のアップルユーザーや投資家にとって何が変わるかなのだ。ティム、クック退任ってすごく大きなニュースですよね。でも私、ジョン・ターナスって名前、聞いたことがなかったんですよ。アップルファンでもあまり知られていない人なんですか？それがアップルという会社の文化を表しているのだ。テッククランチによると、ターナスはアップルの裏方として25年間、ほぼ無名のまま仕事を続けてきたのだ。アップルは今の1000年期に入ってから CEO が2人しかいないのだ。スティーブ・ジョブズとティム・クックだけなのだ。それほど継続性を重視する会社がターナスを選んだのだ。ターナスの経歴を見てみるのだ。大学を出て最初の就職先はバーチャルリサーチシステムズというバーチャルリアリティ機器メーカーだったのだ。VR の会社で働いた後、2001年にアップルのプロダクトデザインチームに入ったのだ。2番目の職場がアップルなのだ。そこから25年、一度も他社に移らなかったのだ。25年間ずっとアップル一筋なんですね。でも、入社した頃は2001年といえばまだ iPhone 以前の時代ですよね。当時って何をやっていたんですか？それがあのネジの話につながるのだ。入社して最初の数年は部品の品質管理を担当していたのだ。ターナス自身が卒業式のスピーチで振り返っているのだ。サプライヤーの工場で深夜、ネジの溝を虫眼鏡で数えた。設計書には25本のはずが35本だった。そこで、俺は今何をやってるんだ？これって普通なのか？と立ち止まったと言っているのだ。でも、それがアップルの DNA なのだ。誰も見ない部分まで美しく作るという哲学なのだ。ターナスはスティーブ・ジョブズとの思い出も語っているのだ。ジョブズがある日、チェスト・オブ・ドロワーズ、タンスを壁から引き離してその背面を見て、こう言ったのだ。この大工は誰も見ない裏側も美しく仕上げた。とただ静かに感心していたのだ。ターナスはこれを、アップルで僕たちがやることの完璧な象徴だ、と言っているのだ。要するに、見えないところにこそ本物の仕事がある、という哲学ですね。そういう人が25年かけて CEO まで上り詰めた、なんかドラマみたいな話ですね。2013年に VP、2021年に SVP に昇格したのだ。そして、なぜ彼が次期 CEO として選ばれたのか、その最大の理由がアップルシリコンなのだ。2020年にアップルはインテルチップから M1 チップへ移行したのだ。あの M1 チップを実質的に率いたのがターナスなのだ。Mac が生まれ変わった瞬間を作った男なのだ。アップルシリコンって確かに大転換でしたよね。あれって業界全体に与えた衝撃もすごかったじゃないですか。インテルも AMD も進化したって当時話題になっていました。そうなのだ。ターナスが 2M、S ガイドに語った言葉が印象的なのだ。アップルビジョンプロ、コードネーム、ネオの開発について、ゼロから全く新しいものを作らなければならなかった。アップルシリコンという技術と、何十年も Mac、iPhone、iPad を作り続けてきた経験の両方を使って、と言っているのだ。技術の積み重ねを統合する能力、それがターナスの強みなのだ。ここで少し視点を変えてみるのだ。テッククランチとブルームバーグで報道の角度が少し違うのだ。テッククランチはターナスの職人的な細部へのこだわりを前面に出しているのだ。一方ブルームバーグはクックが CEO から執行会長になるという権力構造の変化を強調しているのだ。つまりクックはアップルから完全に去るのではなく、ターナスを後ろで支える構図になるのだ。これは実はスティーブ・ジョブズの復帰後とは全く異なるパターンなのだ。ちょっと待ってください。技術者が CEO になるっていいことばかりじゃないんじゃないですか。スティーブ・ジョブズは天才的なビジョナリーで、クックはサプライチェーンの神様でした。ターナスはエンジニア。製品は作れても、アップルを事業として引っ張れるのかという疑問が私にはあります。鋭い指摘なのだ。実は歴史的に見ると、技術者 CEO が事業を失速させたケースは少なくないのだ。ただここで注目したいのが年齢なのだ。ターナスはクックより15歳若いのだ。アップルは2000年代以降 CEO が2人しかいない。クックも在任25年。つまりアップルは長く続く継続的なリーダーシップを選ぶ傾向があるのだ。クックが執行会長として脇に控える構造は、ターナスが事業面でつまずいた時、軌道修正できる保険になっているのだ。こ
こまでおさらいするのだ。ターナスは2001年入社の25年選手で、アップルシリコンを率いたハードウェアの権威なのだ。クックは会長として残る。年齢的にも長期政権が視野に入るのだ。では次が確信なのだ。このニュース、実は日本のアップルユーザーや投資家に直結する話なのだ。まず日本のアップルユーザーへの影響を考えるのだ。今、日本では iPhone16 Pro が最低16万9800円、MacBook Pro は24万8800円する時代なのだ。この価格高騰の最大の要因の一つは円安なのだが、もう一つは Apple のプレミアム戦略なのだ。ターナスは、ジャンクは出荷したくない、Apple クオリティの製品を出す、と言い続けてきた男なのだ。つまり彼が CEO になっても、コスト削減のために品質を落とす路線は取らない可能性が高いのだ。ということは、Apple 製品の値段はこれからも高いまま、あるいはさらに上がる可能性があるということですか？円安が続く限り、日本人には特に厳しいですね。そうなのだ。ただキャリアという観点では違う話が見えてくるのだ。ターナスはハードウェアエンジニアの神様として知られているのだ。彼が CEO になることで、Apple の内部ではハードウェア技術者の地位がさらに上がる可能性があるのだ。日本でも近年、Apple サプライチェーン企業、村田製作所や日東電工が Apple 向け部品を作っているのだ。ターナスが品質にこだわる CEO であれば、日本のサプライヤーへの発注は維持、拡大される可能性が高いのだ。投資家目線でも見てみるのだ。AAPL、Apple 株は2026年初から見ると AI 関連の期待で動いてきたのだ。クックは AI 投資の旗を振ってきたが、成果に懐疑的な見方もあったのだ。ターナスは AI× ハードウェアの融合を得意とする人物なのだ。Apple シリコンの AI 処理能力を引き出してきた当人だからなのだ。日本で AAP 株や Apple 関連 ETF を持っている人は、ターナス体制で Apple が AI ハードに本腰を入れるシナリオを意識しておく必要があるのだ。キャリアの視点では、Apple が技術者を最高経営者に据えたことで、ハードウェアエンジニアには未来がある、という強いメッセージになりますよね。日本の理系学生にとっても影響があるんじゃないですか？その通りなのだ。ここが僕が一番面白いと思う点なのだ。シリコンバレーでは長らく、技術者は経営者の下にいるもの、という暗黙のヒエラルキーがあったのだ。ザッカーバーグ、ベゾス、マスクは技術者でもあるがビジョナリー、起業家だったのだ。でもターナスは生粋の技術者で、しかも創業者でもないのだ。25年間社内で仕事を積み上げて頂点に立ったのだ。これは日本の大企業の働き方に近い昇進モデルでもあるのだ。さて、冒頭の話に戻るのだ。深夜に虫眼鏡でネジの溝を数えた男。あの瞬間、彼は、これって普通なのかと自問したのだ。でも彼はやめなかったのだ。25年後、そのネジへのこだわりが、Apple シリコンを作り、ビジョンプロを生み出し、そして今日、世界最大のテック企業の CEO という席へ彼を連れてきたのだ。細部に宿る神、というのはやっぱり本当なのかもしれないのだ。最後に、僕の個人的な見立てを言うのだ。ターナスが直面する最大の試練は AI なのだ。Apple はチャット GPT やジェミニに対して Apple インテリジェンスで追いかけているが、正直まだ差があるのだ。ターナスが技術者の視点でここにどう切り込むか。1ヶ月後の9月1日就任も、最初の一手が重要なのだ。3ヶ月後には iPhone17 の発表が来るのだ。それがターナス CEO として初めて世に問う作品になるのだ。iPhone17 がターナス CEO 就任後初の製品になるわけですね。それが出た時、品質や方向性を見れば、ターナス Appleがどんな会社になるかの答えが見えてくる気がします。そこで一つ聞いてほしいのだ。ターナス CEO 体制になって Apple 製品を買い続けたいか、ちょっと様子を見るか、コメントで教えてほしいのだ。iPhone17 の発表後に答え合わせしようなのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを日本語でわかりやすく解説しているのだ。Apple の今後や AI、半導体、世界経済の動きを追い続けるのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。次回は Apple 新体制が半導体サプライチェーンに与える影響を深掘りする予定なのだ。お楽しみになのだ。